ドリームチャンネルです。本日はね、結構昔に作ったものになるんですけど、青島から発売されたアニメスケールの240分の1のザンボット3をお届けいたします。過去動画でね、これより小さいザンボット3は合体長寿のやつですね、ご紹介したことあるんですけど、それより大きなものになります。全長はね、普通に作ると25センチぐらいのものになります。アニメスケールというもんで、少子もこんな感じ。はい。で、こんな結構大きいキットなんですけど、光るザンボット3っていう商品ありまして、それと同じ感じのキットになります。光るの方は、麦球と電子回路がついてました。で、このようにね、大きさも 250mm ありますよっていうキットになっております。これね、20代の頃1回買ってね、2つ目を駿河屋さんがね、倉庫大開放の時買いました。で、横にね、こういう商品展開書いてまして、光るシリーズはね、イデオンとガンガルブも他にありました。そしてね、アニメスケールのラインナップが横に書いておりまして、大胆の小箱ですね、300円のがあって、ザンボットも300円のがあって、トライダー G7 も300円、イデオンも300円になりました。それからね、あとはイデオンのちっちゃい300円シリーズがずらーっと並んでおります。はい、あと大王者も出てたみたいですね。大王者はね、入手しなかったんですけどね。あとはイデオンがもろもろとあって、イデオンの大きいのもあったみたいです。きっとね、改造して合体分離できるようにしたんで、そしたらちょっとね、ばらしてそれぞれ3つのメカに分けていきたいと思います。まずは頭部外します。頭部はね、ちょっと触ったんですけど、でももともとイケメンでしたね、ザンボット3、このスケールのはね。そしてね、はい、肩分割はね、このようにもう丸々ひとまとめにしまして、腰のとこをね、こうやって抜くようにしました。そしてね、腰のとこですね、ザンブルとザンベースでしたっけ、これを分けるようにします。どうしてもね、完全合体変形っていうのはちょっと難しかったんで、差し替えにしております。このね、ザンベースの横っちょのね、レコンとかも後で取り付けになってます。足はこのように開かすようにしてみました。キットのままだとね、なかなかここまで動かないんで、自作した関節を入れております。ちょっとね、羽の方が外れちゃったみたいです。それでは腰の時にね、取り付いてたレゴンですね、赤いやつ、偵察機になるらしいんですけどね、これを取り付けます。取り付けはね、プラパンに真鍮線、真鍮パイプで取り付けてるものになります。で、今ちょっと外れてて付けてるのは、手裏剣みたいなやつですね、ザンボブローだったかな。このスケールのね、レゴンとザンボットブローはね、結構形いいです。で、ここは接続パーツになるとこの隠しのダクトをね、差し込んであげます。ここでね、腰の部分と脱着できるようになっております。はい、だいたいこれで形状できてきた感じです。ザンボブローがね、またちょっと落ちちゃったんですけど、またつけときます。そしてね、あと仕上げにですね、もう一つザンボット3になった時に、ザンブルの背中に回るキャタピラ隠すパーツですね、こいつですね。これは取り付けが接点は作ってなかったんで、もう置くだけなんですけど、このようにしております。はい、ザンブルの方、胴体パーツですね。ここにね、はい、この主人公の機体もくっついちゃってますんで、はい、ザンボエースのパーツですね。ちょっと背中がね、外れやすいんで、ザンボエースのパーツはちょっとどいとくことにします。そしてザンブルの方ですね、戦車の方ですね、作っていきたいかと思います。はい、腰のパーツも持ってきました。そこにですね、はい、
キットにはなかったジャンクで作ったキャタピラパーツを取り付けてあげます。もうここにね刺していくだけになります。はい、手のひらはねこのように稼働するように作っております。中心軸に針金入れてて、プラパイプとビーズで組み合わせて作っております。指先はね、ザクの動力パイプを持ってきております。でこちらこのように取り付けするようにしております。もうね軸はね、ザンボエースとの合体軸を使ってます。で腰パーツもこのようにはめていきます。でこちら反対側左肩腕のところですね、こちらも取り付けます。左肩腕なんですけれど、手のひらを広げてあげまして劇中のような平手にしてあげます。で腕のねここの関節実はねこう伸縮するようにね作っておりますんで、このように伸縮します。で縮めてあげてここにつけてあげます。後でね、右腕の方もそうしてあげたいかと思います。ちょっとね関節も作ってからへたりが結構出ておりますので、ちょっと逆の肩のところもねちょっとつけた弾みで外れちゃいました。はい、そしてコックピットです。これはね、プラパンの積層から削り出して作ったものになります。もう無垢のコックピットなんですけどね。あとは、こういう風に砲塔をつけてあげます。砲塔もね、もうざっくりジャンクパーツを組み合わせて作ってみました。こんな感じですかね。あとはドリルつけてあげればいいんでしょうけどね。はい、ザンブルの雰囲気出ておりますでしょうか。はい、そしたら次はねザンボエースザンバードのパーツのところになります。まずはねザンバード組み立てたいと思いますので、足と腕になるところですね、機種になるところですね、で側面になるところのブロック、そして頭はね隠してこのようにカバーをかぶしたものをここにつけてあげます。そしてこちらに差し込んであげます。足はね、確かねプラパンの積層かな、プラパンの箱組みかなんかで作ったと思います。型もそんな感じですね。でジムをこう腰のところに使ったかな。で胴体そのものはケルリムガンダムだったかな。なんか00やってた頃にね、息子がもういらなくなったってくれたキットをもらって作った記憶がございます。はい、で胸のとこがね形状がちょっと変わってくるので、胸のところ、はい、このような飛行形状の翼のパーツに変えてあげます。はい、3機揃うとこんな感じになりますね。
はい、お次はですね、ザンバードをザンボエースに組み替えていきたいかと思います。このようにね、もう取り外しして、ここもまた使いますんで、外してから膝下として使います。はい、でここは足パーツを入れていきます。00のね、ロックオンが乗ってた機体の足、太ももを使ってますね、ここは。これも当時小学校やった息子がもう遊ばなくなったものを、流用して使ってみました。で腰パーツもそんな感じのやつです。この辺のキットになるとね、こういった可動軸入っててね、流用するにはね、面白いキットかなと思いますね。はい、このようにもう刺すだけでね、できてきちゃいます。で足首も曲げちゃって腰につけると、なんとなくね、ロボット形態になってきましたね。でちょっとね、背中の翼がね、ちょっと取り外しがもう簡単にポロポロきちゃうんですけれどね。はい、腰のパーツ、腰から下のパーツができたんで、ことは腕に行きたいかと思います。腕パーツをつけていきます。二の腕をね、はめています。画角がね、ちょっとずれちゃいましたけれど、このようにはめます。で腕関節のとこはね、これ確かね、寿さんのね、ABS のね、こういうのあるんで使っております。2ミリ軸のやつの方ですね。はい、多重関節をこのようにつけて、手のひらはジムの開きデータやったかな、そういったのを使ってたかと思います。はい、肩のパーツにつけていきます。肩のね、外装は確かプラパンでね、四角の箱を作ったかなと思います。はい、もうこのように刺すだけでなんとなく雰囲気出てきたかと思います。次は顔ですね。はい、もう一つ用意してた顔をつけてあげます。これエポパテで作ってるんですけど、実はね、この前の動画に出てるヤマトさんのダンクガーですね、あれをお湯丸で複製して、それを使ってます。エポパテでね、そういう使い方してみました。男らしい顔かなと思いますね。はい、これでほぼできてきたかな。で胸パーツはね、また黄色のパーツですけどね、ちょっと小ぶりなやつに付け替えてあげます。大きいままやとね、ちょっとバランス悪いんで。はい、であとね、見どころは銃ですかね。キットそのものにね、ザンボエースじゃなくてこういったやつがね、ザンボット用についてたんですけど、それ一回り小さくしたイメージのものを作って、こういう遊びができるようにしてみました。劇中でもね、この銃組み立てるっていうのがね、すごくこう当時小学校3年生だった私にはね、もう記憶に残っててね、人間爆弾もトラウマなんですけど、この銃の組み立てっていうのはね、すごくこうポジティブな方でね、覚えております。でそれをね、再現したいなと思ってこんな風にして作ってみました。もう趣味の世界なんでね、やるやならないはね、個人の、好き嫌いになるところかとは思うんですけどね、こういうのやってみました。もう超合金でもこんなん出ましたけどね。でもね、青島さんらしいな思うのは、こういったようなやつを、ザンボット3用に、劇中には出てなかったんやけど作ってつけてしまうっていうのがなんか青島さんらしくていいなって思いました。はい、で腰パーツのね、銃を入れるホルダーのとこですね。ここもね、超合金みたいな稼働はできなかったんですけれど、なんとなく差し込んでね、こういうような形にしてあげました。はい、そしてこうやってあとは銃を持たせてあげます。
あとはね、フィギュアの方もね、リペイントしてあげました。色落としてね、こういう透明のやつなんです。で、フィギュアはね、平成時代に発売された1個300円のやつかな。で、集めて3つ揃うとこんな感じになるってやつなんですけれど、それをリペイントしております。はい、湯口とかをね、ちゃんと綺麗に削り落としてあげて、リペイントするとこんな感じになります。結構ね、フィギュアの出来いいと思うんですよね、このシリーズって。ザブングルのね、フィギュアなんかも出てたんですけどね、買えばよかったな思ってますね、ザブングルの。はい、エルチとジロンと、ラグだったかな。あの辺りも出てたと思うんですけどね、この辺の時代に。もう結構なんかね、割と安彦さんのラインが出てるん違うかな思うフィギュアでございます。はい、それではね、制作途中の画像が残っておったので流して終わりにしたいと思います。これ制作途中のね、だいぶ形が見えてきたところで足なんか結構伸ばしました。先に動画アップした合体超人と並べるとこんな感じで一回り大きいです。はい、動きもこのようにつけれます。はい、胴体側面はこのようなギミックになっております。このような改造しております。ザンボエースのとこもね、こんな風なプラパンで作っております。はい、ザンブルの改造途中で、ここはね、足の股関節のとこですね、このような引き出し関節になっておって、ザンベースがこのような感じになります。で、ザンボエースの途中画像ですね。はい、胸はちょっと大きすぎるな思ったんで小型化したものにしました。はい、小型化したものになります。
はい、でここが腰の銃のホルダーですね。プラパンで作っております。そしてザンブルのドリ、はい、そして銃の方ですね。アルミパイプ使ってあとジャンクつけたのかな。はい、でこちらが銃になります。上がザンボット3用の銃っていうね、はい、このようになっております。完成したものになります。